今回はスパイファミリーの夜の暗記を作りました。作り方をしっかりと解説しますので、よければ最後まで見てください。こんにちは、コスプレイヤーの逆屋だよ。今回はスパイファミリーに登場する夜の暗記を作ってみました。夜の暗記はこのように先端が尖った武器となってまして、これを突き刺して敵を倒してるみたいですね。というわけで早速みんなで作りましょう。まずは本体部を作ります。ドラムスティックを加工します。こちらは Amazon で買いました。サイトに商品のリンクを貼っておきます。先端の丸くなっている部分をカッターナイフで削って尖らせていきます。削り終わったら120番手の紙やすりを使って研磨していきます。紙やすりはホームセンターで売っています。端の切り口をまっすぐにするためにノコギリで切り落としてしまいます。というわけで端をきれいに切り落とせました。端のリング状パーツはこちらも Amazon で売っていた木のリングを使います。これもリンク貼ってあります。後に接着剤で接着するのですが、接着剤のノリが良くなるように紙やすりで研磨しておきます。リングと棒の端をボンド G17 を使って仮止めします。この時点ではあくまで仮止めです。がっちりと固定しなくてもとりあえずくっつけばいいです。瞬間接着剤をたっぷりと盛り付けてがっちり固定します。固まるまで長時間放置しておいてください。固まったら再度盛り付けてください。何度か繰り返してがっちり固めてください。逆ヨガ！他にもいろんな動画があります。この動画の後にぜひいろいろ見てってくださいね。COS ボードという材料から一通りのパーツを切り出します。COS ボードとはコスプレ造形向けのボード素材です。軽くて柔らかいですが簡単には破れません。曲げても折れません。アニメショップ、東急ハンズ、大型手芸店、一部のホームセンター、Amazon や楽天で買えます。型紙を使って切り抜きます。型紙のリンクは動画の説明欄にあります。一通り切り抜きが終わりました。COS ボードはダイソーの EVA スポンジシートやコスプレボードといった他のボードでも代用できます。各種ボードの販売店などを動画の説明欄にまとめてあります。この後筋を彫るのでボールペンを使って5ミリおきに線をマーキングしておきます。ハンダゴテの熱で彫っていきます。ハンダゴテはダイソーやホームセンターで買うことができます。煙が出ることがありますが健康に悪いと思いますので吸わないようにしてください。ハンダゴテがなければカッターナイフで筋を彫るだけとかでもいいと思います。瞬間接着剤を使って本体へ接着します。瞬間接着剤は100均のやつで OK だよ。上下に1枚ずつさらに接着していきます。そしてさらに上下に1枚ずつ接着をしていきます。これにて組み立て完了。次は塗装に行くよ。逆ヨガ！動画の補足情報や型紙データ、作業時の注意点などをサイトでまとめてます。これから作る人は必ずサイトを見てくださいね。サイトのリンクは動画の説明欄にあるよ。造形ベースを塗ります。造形ベースとはコスプレ造形向けの塗装下地です。これを塗ると塗料ののりが非常に良くなります。COS ボードとセットでよく販売されております。ジェッソなどのアクリル絵の具の下地や水で少し薄めた木工用ボンドで代用することもできます。造形ベースが乾いたらまずはベースカラーとしてラッカースプレーで真っ黒に塗ります。ラッカースプレーはホームセンターで買いました。ラッカースプレーが乾いたらミスターカラーを筆塗りします。ミスターカラーはプラモデル用塗料です。おもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。塗る時のコツですが、塗料をべったり塗るのではなく、塗料を筆につけた後、布やティッシュなどである程度こそぎ取ってかすれた状態で塗っていきます。そうするとベースの黒が程よく残って重厚感ある仕上がりになります。というわけでこれにて完成だよ。ワクワク。全長は44センチ、重量は60グラムとなります。ドラムスティックがベースなのでとても丈夫に仕上がってます。制作時間は3時間、材料費の目安は2000円です。動画の内容に質問があればコメントでお気軽にどうぞ。というわけで今回は夜の暗記でした。皆さんぜひ作ってくださいね。
作ってくれなきゃ逆用が涙出る。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。逆ヨガ。Twitter やサブチャンネルも見てね。